んにちは、山下夏美です。9月13日土曜日。今日は平塚ビーチパークで2ポイントでね、スキム楽しんでいきました。まずスタート、現在の映像がテトラ西で朝一ですね、少し入ってた時間なんですけど、まだね、潮が上げきってないといった形の時間で、8時半満潮に対してだいたい6時半ぐらいですかね、スタートしていって、で、ここからね、ちょっと、こっちのさらに西側の方が波いいんじゃないかなっていうことで移動して、ここで今度楽しんでいきます。こっちの方が波がね、分厚くて、かなりいいライディングもできてました。これとかね、バックオーシーにちょっと乗ってアウト狙って、ラップライン、チューブまでいけてる感じです。波サイズは28センチ台で、波長、波周期が7秒台といった感じで、決してサイズとしては大きくはないんですけど、形はかなりいい感じの波でした。数字以上のサイズはあったかなと思います。で、しっかり左右、両方狙っていく感じで、このフロントサイドいいね、スプレーもレール綺麗に入ってて。両サイドラップいける、ラップ流しいける感じの波だったかなと思います。比較的かなり乗りやすい波だったかなと思います。サイズもあって。で、波この間はこんな感じでインサイドトリック。これは3ショービットまで行ってますけど、こういうのを試して練習できるって感じです。フロントサイドからこれ180ショートしたけど失敗ですね。さあ、これ流し。いいね。このラインいいね。ナイスライド。かなりいい感じに乗れてます。これはラップ側ですね。いいね。結構綺麗にレール入れてきましたね、これは。こんな感じでかなり楽しめてる感じです。インサイド、アウトサイド、トリック、すべてできる感じです。さあ、これはラップライン。いいですね。ちょっとチューブになりきんなかったから被んなかったけど、悪くないと思います。サンドで置いて、ラップしようとしたけど、これちょっとレール入りきんなかったね。そう、早めに出るとちょっとね、難しかったんで、引きつけた方が良かったかなと思います。さあ、これいいね。ギャップ1枚越してラップ。さあ、これはフロントサイド。フロントショービットして、そっからスイッチ状態で回そうとしたけど、これ失敗ですね。これはラップライン取ろうとしたけど、ちょっと波小さすぎたね。少し癖のあるタイミングでしたね、今のは。お、これはいいね。バック押し綺麗に乗って、ラップ。いいですね。これかなり形綺麗だと思います。しっかり横走ってるし。さあ、テイクオフ。ギャップ1枚越す。で、ターン。で、ラップラインですね。無難にやっぱこのラップラインが取れてるかなといった感じです。テイクオフ、スピナー、ターン、ラップライン。チューブもギリ被ってるかな、これだったら。これかなりいいと思います。スピナーかける位置が良かったね。さあ、これはフロントサイド。フロントラップ。で、スイッチでストールさせようとしたけど、ちょっとこれ最後刺さっちゃいましたね。さあ、これはテイクオフしてラップライン、チューブ。これいいね。やっぱこのラインが結構無難に取れてたかなと思います。で、ちょっと出るタイミングいろいろ変えながら試す感じですね。そのラップ並みにしろ、フロントサイドにしろ。いろいろちょっと試しながらやっていきます。この辺はね、ちょっと波が少し来てなかったので、フロントをメインでね、やっていってます。さあ、スピナーからラップ。ちょっとチューブはなかった。3ショービットからフロントサイドターン。これも形結構綺麗だね。こんな感じでかなり遊んでいける波は多くある感じです。さあ、テイクオフして、これはやや小波だけど、流しラインは逃さず。いい感じですね。小波でもね、このいいところを捕まえられれば、結構綺麗に横走れる感じであったかなと思います。だから流し波は少なかった。基本このフロントサイドか、バックサイドラップを狙っていく感じの波だったかなと思います。さあ、テイクオフして、バックオッシュ乗る、回す。けど、ちょっとこれバックオッシュとね、タイミングが今日最初合わなくて、むしろ最初合ってて、ちょっと潮の動きに合わせてバックオッシュのタイミングが合わなくなった感じだったんで、この辺からちょっとバックオッシュを使わないで、アウトに出るようにしてます。いいですね、この流し。この流しぐらいからちょっとタイミングを変え始めたんですよね。
これとか分かりやすいね。そう、バック押し利用しないで、ここでバック押しが波当たるんですよ。なので、バック押し利用してたら、波間に合わなかったんですよね、今のだと。そう。本当だったら、ここで一回膝抜いて待つんだけど、待っちゃうと、波に合わなくなってしまうっていう感じの時間だったので、あえて脚力のみで、この辺はチャレンジしてます、アウトに。フロントサイド、しっかりレールをかましていく。さあ、これはエアするかな。180。手はついたけど、かなりクオリティが高いね。前に飛べてるから、点数はつくかなと思います。フロントサイド。して、ハーフスピンしようとしたけど、最後刺さりましたね。厳密に言えば3しようとして、ここの降りてるところで180で刺さっちゃった感じですね。フロントサイドエア。180。ただちょっと飛びすぎましたね。さあ、これはラップラインに切り替えしますね。流しでもよかったかもね、今のだと。そう。こっから流しでよかったね、多分。ラップだとこういう風に刺さっちゃう感じでしたね。さあ、テイクオフして。さあ、これは完全ラップ側でいいね。で、ワンアクション。結構綺麗に決まりましたね。ハイクオリティ。さあ、これはラップ。いいですね。ちょっとバック落ちでダブルアップしたところを狙っていく感じです。で、ちょうどね、このあたり、8時半から8時40分あたりが満潮といった感じで、波風は少なかったんですけど、かなりいい感じに乗れてる時間だったかなと思います。で、ここからね、だんだん潮が動き始めて、波質が変わってくる感じになります。この時間はまだちょっと波があんま変わってないけど、少しずつここから波変わっていきます。さあ、モンキークロール。で、このアウトですね。このアウトがたまに引き始めたら入ってくるようになってきた感じです。最後、ショービットまでコンプリート。これはちょっとエア狙ったけど、フローターで降りる感じのコンプリート。タイミングがずれちゃうとやっぱ難しい感じだったんで、足から合わせながら乗っていく感じです。フロントサイド。これはちょっとブレーク早いけど、しっかり合わせましたね。これ地味にテクニック光ってると思います。さあ、これしっかり加速してアウト。で、これもバックウォッシュ利用せずにアウトチャレンジしました。最初だけちょっと利用してすぐ、これもそうやね。最初だけ利用してすぐバックウォッシュを置いていく感じ。ある意味分かりやすいんじゃないかな。さあ、これは、エアですね。180エアでコンプリートしていく感じです。これはラップ。これ地味にいいんじゃないかな。結構段になってて難しかったと思うんですけど、しっかりコンプリートしてます。これも少し2段に重なってるけど、しっかり下で切り切れてるからコンプリートできてます。さあ、テイクオフして、フロントサイド。ビルターン的な感じに回してから最後ハーフスピンで1回転回る感じです。というちょっとストール気味なちょっと技術を織り交ぜていく感じ。さあ、ビッグスピン。リップでビッグスピン倒れちゃったからもったいないね、これは。ちょっと着地ゾーンが難しかったっていうのもあるかな。さあ、テイクオフ。これも一回ビッグスピンかな。これホップ高いね。結構綺麗に回ってるかなと思います。ハイクオリティ。さあ、モンキークロール、アウト。スピナーターンでラップ。これスプレーめちゃめちゃ上がってていい感じです。個人的にはかなりいいライディングだと思います。さあ、これバックウォッシュ結構綺麗に乗ってラップ。これいいですね。しっかり横走ってる感じですね。チューブ入って終わらず横走ってます。さあ、これはスプレー狙ったけどちょっとレールが入りきんなかったかな。タイミングがいまいち合いきんなかったね。バックウォッシュあるとそういうのもあるんですよね。さあ、これが多分ベストライドかなと思うんだけど、スイッチビッグスピンからスイッチレターンですね。さあ、で、この時間あたりで、ちょっと潮が引いてきて、セット数が増えてきた感じの時間となってます。セット数が増えてきたっていうよりは、波数自体はそんな変わってないんだけど、アウトから来る波の割合がちょっと多かったかなっていう感じの時間ですよ。なので積極的にこういう風にモンキークロールとかでアウトになってます。これがアウトだけで見たらベストライドかなと思います。
完璧に横走ってるしね。さあテイクオフして、これちょっとタイミングがなかった。バックオッシュが変なタイミングで入ってる。そう、今回この映像、今日の映像は結構バックオッシュが利用しにくい波だったんじゃないかなとは思います。波のスピードとバックオッシュに乗っていくスピード、これバックオッシュでうまく利用したんですけど、がなかなかちょっと合わなかったんで、波によってそこは選んでやっていく感じ。インサイドであればバックオッシュは利用できるんだけど、これとかもそうだね。比較的インサイドだったら利用して、こういう風に最後スピナーコンプリート。これいいね。したりとかはしてたんだけど、極端な、もう完全なアウト波ってなるとバックオッシュ利用しない方が乗れたかなと思います。さあ、パンプで、で、ラップライン。一応、まあ、チューブも入ってる感じですね。さあ、これはちょっと波がよれてて難しい。で、スピナーコンプリート。で、こんな感じでね、ちょっと今日は、スキム1のスクールのお手伝いがあったので、練習はこの辺で終わりました。かなり大会会場予定地ですが、いい練習ができました。まだまだね、あと1週間、練習はできるんでね、しっかり練習できたらいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。調整